皆さん、こんにちは。グレイスカウンセリング心理カウンセラーの金尾美穂です。いかがお過ごしでしたか？皆さんはセラピードッグについてお聞きになったことがありますか？私は名言チロリという本でセラピードッグについて知りました。セラピードッグというのは高齢者だったり病気の方の回復を助ける犬のことを言うんだそうです。セラピードッグが働きかけることで失われていた記憶が戻ったり、動くことがなかった体が動いたりするんだそうです。アメリカでは歴史の長いセラピードッグですが、もともと血統書付きの優秀な犬の活躍の場でした。だから日本で第1号となったチロリは、それまでのセラピードッグとは全く違っていたんです。チロリは雑種でした。元の飼い主の暴力がひどかったために足を引きずって歩くチロリは、なんとゴミ捨て場に捨てられていました。そして危うく殺処分になるところを、日本でもセラピードッグの育成をと考えていた大木徹さんに救われたんです。耳は折れて足を引きずって歩くチロリ。そんなチロリを大木さんはセラピードッグとして訓練し始めたんです。セラピードッグになるためにはアイコンタクトや同足歩行など40もの訓練をマスターしなくてはいけないそうです。その訓練の中には、杖を使って歩く人に歩調を合わせて歩くケインウォークというものがあるそうです。ある時、チロリにケインウォークを教えるため杖を取り出すと、前の飼い主に棒でいつも叩かれていたんでしょうか。杖を見たチロリはガタガタと震え出しました。そんな震えるチロリを大木さんは抱きしめて家に連れて帰って寝食を共にすることで、もう杖を怖がらなくていいんだよと辛抱強く教えたそうです。もう杖が怖くなくなったチロリは、血統書付きの犬が2年半かかる訓練をわずか半年でクリアして周りの人を驚かせました。セラピードッグになったチロリは、ある時老人施設で暮らす長谷川さんという男性に出会いました。90歳を超えていた長谷川さんは、誰が働きかけてもまるで物のように無反応だったそうです。そして歩くことはおろか、声を出すことすらできなくなっていました。そんな長谷川さんを訪問するたびに、チロリは愛情深い眼差しでじーっと見つめたそうです。そんな状態が2ヶ月を過ぎた頃、長谷川さんが突然、チロリと名前を呼びました。それは長谷川さんが心を取り戻した瞬間でした。長谷川さんに名前を呼ばれると、チロリは変形したその手を優しく舐めました。すると長谷川さんの目から涙があふれました。その後、長谷川さんはチロリと一緒になんと歩く練習まで始めたんだそうです。機能を取り戻そうとするときに一番難しいことって何だと思いますか？それは本人の意欲を引き出すことなんだそうです。もう生きることに気力がなくなって、自分が自分を諦めている状態の人に、いくらできますよとか頑張りましょうと言っても何の効果もないと言います。
誰だっていろんなことがあったり、人との関わり合いだったり、競争に疲れて前向きな気持ちが持てない時ってありますよね。でもどうしてチロリは前向きな気持ちを人から引き出すことができるんでしょう。それはチロリの愛情が本物だからだと大木さんは言います。人は人生の終わりに近づくほど本物の優しさに出会いたがっている。そうかもしれませんね。チロリの愛情には偽りがありません。歩く気なんかなれない。そんな気持ちにも寄り添ってくれるチロリの愛情が、もう一回歩いてみようかなという気持ちを引き出したんですね。自己肯定感が持てないとか、アダルトチルドレンや引きこもりやうつなど、どんな悩みでも同じだなと思います。チロリはどうしてたくさんの人を癒すセラピードッグになることができたんでしょう。それは痛みを知っているからじゃないかと大木さんは言います。虐待を受けてゴミのように捨てられていたチロリ。一生人間を恨んだとしても不思議はありませんよね。でもその痛みを乗り越えてもう一回人間を信じたからこそ痛みに寄り添えるセラピードッグになったんではないでしょうか。私たちも同じかもしれません。辛い経験があるからこそ人の痛みがわかるようになる。今日の話、皆さんはどう思いましたか？悩みはあなたとあなたの家族がもっともっと幸せになるための贈り物。大丈夫。あなたにもできます。では、また。